こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック42になります。今回はショートグラデーションボブをカットします。このスタイルも年齢に関係なくサロンで定番のボブです。カット方法は横スライスでグラデーションをカットしていきます。今や毛先にチョップカットを入れてデザインを完成させることが多く、その場合横スライスのグラデーションは役に立ちます。また頭の形が悪く後頭部がなく奥行きを出したい人にはこのヘアスタイルは奥行きのある綺麗なシルエットが出せます。練習でグラデーションの感覚を身につけておきましょう。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。まず前頭部と後頭部を分けます。分けたらセンターで分けてバックセクションのアウトラインをこのようにブロッキングします。アウトラインの厚みを考えてブロッキングを取ります。バックセンターからワンレングスにカットします。次に今回はバックセンターの延長線上からパネルを板状に引きカットします。こちら側も同じように一直線にカットしていきます。左右対称かどうか確認後、次のブロックを取ります。次からは横スライスで取り、パネルを少し引き上げ、下のガイドに合わせてカットします。バックサイド部分は穴を開けないようにアウトラインの厚みを残してカットします。次も横スライスでブロッキングしてバックセンターからパネルを引き上げ、ガイドに合わせてカットします。バックサイドはアウトラインに穴を開けないように注意しながらグラデーションをつけていきます。引き上げ角度はこの場合30度ぐらいでしょうか。あくまでもグラデーションポイントをどのぐらい上げるかで決まっていきます。これは自分が作りたいヘアデザインですので経験値になります。こちら側もこのガイドを切らないようにカットします。頭の丸さに合わせて頭皮にパネルを直角に引くように体を移動してカットします。バックセンターに集めてしまうと前下がりが強くなってしまいますので、ここでは丸い頭皮に直角に引くことを目安にしています。次も横スライスに取りパネルを引き上げ、下をガイドにバックセンターからカットします。センターはこのように引き、横はこうといったように頭皮に対して直角に近くパネルを引き回り込んでカットしていきます。トップ部分は放射状にシェイプしながらパネルを横に移動してカットしていきます。
このように水平ラインにバックセクションのアウトラインが分かるようにブロッキングラインを深めに取ります。バックのアウトラインの流れの延長線上からフロントサイドへアウトラインをまずはカットします。トップの髪の毛も下のガイドに合わせてカットします。もちろん反対側も同じようにカットしていきます。左右対称かどうか確認後、トップをカットします。この辺り黒目の瞳外側ぐらいを目安にブロッキングラインを取ります。前髪は3等分に分け三角にカットします。以前もやってますが、この部分は頭が丸いのでこのようにカットすることでその人の持っている頭の丸みを生かした柔らかさを出すことができます。次に両サイドの髪をセンターに集め床に平行に引き出し、ガイドを確認後垂直にカットします。もう一度バックから瞳の外側を目安に毛束を取り出し、ガイドに合わせてカットします。次にセンターで分けてダウンシェイプしてフロントサイドにつないでいきます。反対側も同じようにつなぎます。次に前頭部と後頭部を分けてバックでカットしたグラデーションを見ながらフロントサイドをカットしていきます。こちら反対サイドも同じようにカットしていきます。
はい、これでウェットカットの終了になります。では乾かしてからドライカットを行います。はい、乾きましたのでドライカットをしていきます。まずバッグはここが重たいので、ここにチョップカットを入れていきます。バックセンター襟足部分をブロッキングしてそぎを入れていきます。襟足部分は毛束の中心から毛先に向かってそぎを行います。バランスを見ながらそぎを入れていきます。次のブロックを取り、この部分も中間から毛先に向かってそぎを行います。バッグ上の部分はチョップカットをしていきます。こうすることで毛艶を保ちながら毛先の表情を出すことができます。バックサイドもチョップカットします。ウィッグはもともとところどころ薄いので、必要なところにチョップカットを行います。反対サイドも引き出したパネルの毛先の厚みを確認しながらチョップカットしていきます。トップまで行います。次にフロントサイドです。まずはアウトラインにチョップカットを行います。次のパネルもあまり引き上げずに毛先をチョップカットしていきます。
反対サイドも同じような要領でチョップカットします。前髪部分も毛束を引き上げ毛先にチョップカットしていきます。フロントサイドですが、顔への馴染み具合を見ながら顔周りにそぎを入れていきます。フロントサイド部分、重たい部分にそぎを入れていきます。顔周りをチェックします。ドライカットの終了です。家でドライヤーをかけるように風を当てながら乾かしていきます。では整髪料を手のひらに伸ばして髪全体に薄く伸ばしていきます。髪をよく揺らして毛束感や立体感をつけて整えていきます。粗いコームで髪をコーミングしながら全体の流れを見てチェックします。毛束感や毛流れをチェックして仕上げていきます。出来上がりです。はい、仕上がりです。
はい、今回はグラデーションのショートレイヤーをカットしてみました。このスタイルの特徴は後頭部が扁平で頭の形が悪い人にとって奥行きが出せるヘアスタイルになります。カット方法はいろいろありますが、カット方法によって自分がバランスの取りやすい方法が見つかってくると思います。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。